こんばんは、このことさんマッフです。今日はですね、在宅ワークをやって買ってよかったものをですね、紹介していきたいと思います。イェーイ。自分ですね、サラリーマンやりながら、ずっとですね、副業やってたっていうのがあって、仕事終わってからですね、家でですね、すごい作業をしてましたと。で、昨年、サラリーマンを辞めてですね、1年間以上ですね、在宅で仕事をするようになりました。その体験を踏まえてですね、今、リモートワークとかね、在宅ワークすごい増えてると思うんで、これね、買っといたらよかったよとか、おすすめのですね、習慣とか、解説していきたいと思います。で、やっぱりですね、通勤なくなってね、リモートワークいいよっていう風にして、最初はね、通勤なくてラッキーと思ってたかもしれないですけども、結構ね、ずっと家にいると辛くないですか？なんかね、なかなか慣れないし、なんかだらけてしまったりとかですね、なかなかコツがいるんですよね。なので、今日はですね、そういったところをどうやって克服したかとか、家でもですね、集中できる仕組みとかですね、そういったものを紹介していったりしたいと思います。で、あとね、買ってよかったものとか、実際に僕はこれをこういう風にやって、リモートワークはかどりましたよっていうのをね、ランキング形式で5つ紹介していきたいと思います。では、まず5位なんですけれども、デル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 ドゥン、快適なですね、作業スペースですね。これね、むちゃくちゃ重要なんですよね。家なんか寝れればいいや、みたいなね、昔は結構思ってたんですよ。でもいざ、家で仕事するようになると、どうしてもね、なんか狭苦しいところでなんか息苦しくなってしまうっていうのがあるんですよね。なので、広いところにね、ちょっと引っ越ししてみたりだとか、これすぐにはできないと思うので、今後ですね、家選ぶときはちょっとね、広いところ探してみたりとかですね、あと作業場をですね、書斎を作ってみるとかね、すごいいいですし、僕の場合はね、広めのちょっと家に引っ越して、今でも、ずっと10年以上住んでるんですけども、広い家に今住んでますね。結構、人とかもね、呼んだりとか、投資家の人たちね、10人、15人ぐらい呼んで、コロナの前はなんですけれども、夜な夜なですね、なんか投資の怪しい話をしたりとかしましたね。あと不要物を捨てた後、ミニマリストじゃないんですけれども、やっぱいらないものはね、捨てていこうと。ぬいぐるみはね、大切なものなんで捨てられないんですけども、やっぱいらないものはね、もう一気に捨てちゃいましょうっていうことですね。で、あとね、これね、重要なんですよ。快適な椅子と机。これね、だって仕事するときどこに座りますかっていうと椅子に座るじゃないですか。そうなるとね、やっぱ腰とか痛くなるんですよね。で、腰が痛くなるとどうなるかっていうともう座ってることが苦痛になるんですよね。腰痛とか、ぎっくり腰とかね、立ち上がれなくなったりとかするんで、やっぱ椅子ってすごい重要なんですよ。で、やっぱ体重を支えるためにはいい椅子、体に合った椅子っていうのはね、いいですし、机もね、なるべくそんな広い、そこそこね、むちゃくちゃね、こんななんかむちゃくちゃ広くなくてもいいんですけども、支障がない程度広いのがいいですし、あとやっぱね、それでアーロンチェアっていうのを僕購入しました。後でちょっと紹介します。で、高性能なパソコンとですね、デュアルディスプレイっていうのも、おすすめで、やっぱパソコンがね、遅くて、やっぱパソコンで仕事すると思うんで、前回ね、スマホだけで仕事できるかって言って、一応できるけど、むちゃくちゃ遅いですよって話をしたんですが、パソコンでもね、やっぱ遅いもので、なんか固まってしまうとかね、思ったように動かないとかなると、やっぱストレスがあると、やっぱ集中力落ちるんで、できるだけ快適に作業すると。で、僕はね、デュアルディスプレイとかを使ってます。これね、マクナリ社長ね、一つのディスプレイであるのがいいって言ってたんで、これ好みによるのかもしれないですが、僕はデュアルディスプレイ派ですね。で、ワイドディスプレイとデスクトップのですね、超高性能、これで動画編集もできるぜぐらいです。買ったんですけども、動画編集は全くやってないんで、ちょっとそこはですね、オーバースペックだったかもしれないですね。で、副業する場合はね、これ僕、サラリーマン脱サラする前に、こういうの揃えていて、それをですね、自分に最初まず投資しましたよっていうのは結構やっぱ大きいですね。車とかね、高い車とか高い時計とかよりかは、まずですね、お金ない時に先にですね、自分のこの収入を作るための、副業のためのですね、環境を整えたっていうことは僕、すごいいいスタート切れたと思ってます。で、実際にですね、この椅子なんですが、これアーロンチェアって椅子で、12、3万ぐらい、ちょっと高いんですけども、でも、お医者さんとかね、ずっと使ってたりとかするし、あと本当別にアーロンチェアじゃなくていいんですけども、体に合ったね、椅子で、これもう11年ぐらい使ってるんですけれども、本当ね、前の動画でも紹介したことがあるんですけども、常にやっぱこの椅子に座って仕事してるんで、かなり作業ははかどると。いろいろね、なんか調整できたりとか、腰をサポートするやつがあったりとか、人間工学に基づいたやつがあるんで、よかったら詳細欄に貼っとくんでよかったら見てみてください。あと、デュアルディスプレイですね。これ38インチぐらいのディスプレイと、これ24型のディスプレイを2つに並べてて、ちょっとね、38ぶっちゃけでかすぎるのもね、なんか目が届かないので、こんなでかくなくてもよかったかなって若干思いますね。今ちょっとぬいぐるみが仕事してるような感じになってるんですけども、こういう風にね、二人でも仕事できるかもしれないので、何を言ってたかよくわかんないですけど、デュアルディスプレイは僕はおすすめですね。あと、ちょっと隠れちゃって見えないですけど、パソコンも、高性能のやつを買って、Core i7 の8700ってやつですね。2年前ぐらいの最高スペックに近いやつを買ってますね。
じゃあ、第4位。じゃあ何かっていうと、ドゥル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 ドゥン。朝走る。これなんじゃっていう方なんですけども、朝走るとですね、結構いいっていうのがあって、これね、僕ずっと続けてます。で、結構ね、脱サラして1年前ぐらいに始めて、結構ね、朝眠かったりとか、なんか調子、なんかこう、集中力ないなっていうのがずっと続いてたんですよね。まあ、いろいろ工夫したりとかしてたんですけども、なんかね、眠いし、みたいなのがあって、で、まあ、そうこうしてるうちにですね、経営者の先輩で、お医者さんの方がですね、まあ、朝走るといいよ、モフさん、みたいなことを言ってたんですよね。で、朝走るってね、マジで朝走んのみたいな、なんで朝走んだみたいなことを言ってたんですけども、朝走りたくね、ぶっちゃけめんどくさいじゃないですか。朝ね、いきなり走るとか歩くとかね、できればゆっくり過ごしたいと思ってたので、だるいなと思ったけど、まあ僕はね、すでに先を行かれてる経営者の人から勧められたことは、とりあえずやるっていうポリシー持ってるんで、もう、なんで走んなきゃいけないんだって思いつつもですね、まあ、とりあえずやってみようって言って走り始めましたと。まあ、そしたらね、何が起こったか。朝、とりあえず、いつもね、夜走ってたんですよ。夜ね、9時とか10時ぐらいにね、こう、なんか闇に紛れて生きるじゃないですけども、妖怪人間のように夜走ってたんですけどね。で、朝走り始めたら、まあ、何が起こったかっていうと、これで驚くべき変化が起こったんですよ。ツイッターでこんな書き込みが出ました。朝通勤途中にモフモフ不動産の YouTube を、見ながら歩いてたら、向かいからモフさんが走っていったとか言われて、明るいとね、顔バレするっていうのが分かって、暗いとバレないですけども、明るいとね、もう一発でバレるっていうのがあって、なんか、もうダメだなと思って、これでちょっと走る場所を変えてみたりとかね、ちょっとバレにくいような感じで、ちょっと今最近は走ってますね。朝早めにしたりとか。で、実際ね、どれぐらいいい感じなんですよね。数ヶ月、2、3ヶ月ぐらいかな、朝走ってるんですけれども、やっぱ快適なんですよね。目が覚めたりとか、結構ね、活動しやすくなるので、10分ぐらいでね、いいみたいですね。なんか歩いてもいいし、軽いジョギングでもいいから、とりあえずね、動くと。で、なんでいいかっていうと、やっぱなんだろう、今までは、通勤で結構歩いてたりとかね、どうしても職場でね、歩いたりとか、やっぱいろいろしますよね。会社に行くとき、通勤で歩きますよね。駅まで歩くとかわかんないですけどもね。そういうのもなく、いきなり家起きて、シャワー浴びて、いきなりね、こう、机に向かうってなると、やっぱ、運動っていうのはないんですよね。それがね、やっぱ、今までは自然と、通勤で歩いてたから、良かったみたいなんですけど、それがないことで、かなりね、ちょっと衝撃できたと。で、さらにね、新陳代謝が上がったりとか、いろいろいいことあるみたいですね。なので、これその経営者の人がですね、先輩経営者がYouTube やってて、朝10分で激変する習慣って、これ詳細欄貼っとくんで、どんないいことがあるかってね、なんか、東大のね、元先生で、わかりやすく解説してるんで、実際にですね、見てみてください。僕もこれ聞いてですね、やろうかなと思ったような感じですね。で、第3位、なんでしょうデル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 ドゥン。家事代行サービスですね。これね、家にいる時間長くなるから、どうしても、家って汚れるじゃないですか。家にいるとね、どうしても物散らかったりとか汚れますよね。なんかこう、ゴミが溜まったりとか、もともと外に行ったらあんまりね、こう家ってそんなになんかこうね、なんかこう汚れたりしてないですけども、トイレ使う回数とか、いろいろやっぱこう汚れたりとかゴミ溜まったりとかするんで、僕はですね、2017年ぐらいからもう家事代行サービス、まだね、全然サラリーマン時代ですね、そんなむちゃくちゃ稼げたわけではないんですけども、もうですね、家事代行サービスに、自己投資してました。で、自分でもね、掃除、しなくてもよくなったんで、むちゃくちゃね、助かってますね。大っ嫌いで掃除が。なんか綺麗好きとか思われるような気がするんですけれども、全然そうではなくって、なんか整理整頓できない人ですね。なので、こういうの全部やってもらうっていうのはすごい助かってますね。で、まあ嫌いなことをね、やらないで済むと、このなんか、やっぱ嫌いなことを無理やりやるとテンション下がるんですよね。なんでみたいなね、なんでこんなことやらなきゃいけないんだみたいな、こう、なんか、で、嫌いなことやってると、なんかね、ローテーションになるじゃないですか。で、そのまま気分切り替えて、楽しい仕事っていうことにもね、できなくなりつつあるんで、なので、やっぱ集中するためにも、嫌なことはやっぱ外注化した方が、僕はおすすめですね。まあ、結構ね、これ、いろいろ、家に人を入れたくないとかね、いう人もいるんですけれども、まあ、本当圧倒的におすすめですね。で、家にいる時間が長いので、やっぱこう、綺麗なね、環境であると集中よりできるっていうのがあるので、本当にね、感謝してますね。昨日かな。来てくれて、掃除してくれましたね。もう、なんでだからもう3、4年ぐらいやってもらってるんですよね、なんか。うん。3、4年ぐらいやってくれてて、音で助かってますね。で、その間に僕はまあ、自分の仕事をしたりとかね、本読んだりとかするんで、まあ、その収益を稼いで、まあ、その分ですね、こういう家事代行とか、まあ、より自分の時間をね、使うっていう風に、使ってるっていう風にイメージになってます。じゃあ、第2位、なんでしょうデル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 デュン。ダイソンの掃除機ですね。これね、ちょっと意外かもね、なんで掃除機って思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、これね、僕のね、
人生をもしかしたら大きく変えた掃除機かもしれないです。ちょっと大げさかもしれないですよ。別にステマでもなんでもないですけども。これ YouTube 見てくださってる方だったら、もしかしたらご存知かもしれないんですけども、去年のですね、8月くらいからむっちゃ咳込んでた時期あったんですよ。これね、結構いろんな人からも心配されてたんですけれども、原因不明で、結核じゃないかとかいろいろ言われてて、精密検査してもわからなくって、呼吸器内科とか行って、で、悪化する一方だったんですよね。で、ちょっとその頃から運動もしない方がいいのかなとかいろいろ試してみてもやっぱダメだったんで、支障が出てね、本当 YouTube もこの当時の YouTube カット入れてるんですよ、結構。なんでかっていうと、咳込んじゃって、ゲホゲホ、ゴフゴフ、モフモフってこうなんかモフモフじゃないけど、咳込んじゃってて、で、それが、もう、一本の動画の中で、なんかもう3分に1回ぐらい咳が出るんですよ、2分とかに。だからもう、その咳のタイミングでカットしてっていうのをずっと入れてたんですよね。っていうぐらい支障が出てた。もう喋ると咳が出て、みたいな。これもう YouTuber にとっては致命傷ですよね。どうしようと思って。で、もう人生初のですね、呼吸器内科。こんなことなったことなかったんで、なんだろう、ストレスかなとかね、いろいろ思ってたんですけども、いろいろそのなんかこう、息をね、ふってやるやつとか調べてもらうと、やっぱちょっと喘息の症状が出てるってことで、で、そのアレルギーを抑えるようなですね、喘息をこう、薬をですね、ずっと服用して、よくはなっていったんですよね。で、2月ぐらいに、徐々に薬の量を減らしながら2月ぐらいに回復していったんで、お医者さんと相談して、じゃあ一旦様子見ようかって言って、ストップしたんですね、治療。その薬をやめたんですよね。でもまたですね、ちょっと咳込み始めて、やっぱなんか一生俺は薬を飲まなきゃいけないのか、みたいな思ってたところで、何があったかっていうと、ダイソンの掃除機をですね、3月に買ったんですよ。掃除嫌いなんですけども、なんかサイクロン掃除機でこうゴミが溜まってくのを見るとね、結構楽しくて、掃除機なんか5分くらいかけるのがね、結構趣味になっててですね、少し気分転換に掃除かけたりするんですけども、なんとなく、その今まで安いで1万円ぐらいの掃除機、こういうサイクロンの持ち運びできるやつ使ってたんですけども、どうせならダイソン買おうと思って買ってみたんですよね。それで掃除機かけるようになったら、もうなんとね、咳が止まったんですよ。これね、ほんとビビりましたね。なんで、これは100% 因果関係そうかってわかんないけど、多分今までの掃除機だったら、僕ホコリのアレルギーとかあるんで、ホコリが取り切れてなかったみたいなんですよね。だから家事代行の人とかにも掃除機使ってもらってやったりとか、床拭きとかもしてもらってたんですよね。で、自分でも掃除機かけてたし、いろいろやってたんですけども、そういうのは取り切れてなかったりとかしたのかなっていうのが、予想としてあると。で、いい点と悪い点なんですけれども、確かにね、吸引力がすごいですね。なんか、布団とかかけてもむっちゃ埃取れたりとかね、ぬいぐるみにかけてもやっぱ取れるんで、すごい埃があるんだなっていうとこと、ただね、クソ重いんですよね。これ 2.7 キロあって、ちょっとね、僕でも重いですね、これ。重いっす。本当に。なので、ちょっとお手伝いさんもちょっと重いって言ってたので、すいませんって言ってこれでやってくださいってちょっとやっていただいてますね。で、もうちょっと軽いのもあるのでですね、なんか V8、これ V11 ってやつなんですけど、V11 じゃなくて V8 スリムってやつはもうちょっとね、30% ぐらい軽いみたいなので、そういうのも使ってもいいのかもしれないですね。ちょっとね、筋トレと思ってトレーニングしたりとか、他にもね、なんかこうやっぱエアコンのね、カビとか、洗濯機のカビとかいろいろね、これがやるとこう、みたいな、これがね、カビが溜まってくると体に変調が、みたいなのやると、やっぱね、分かってきたんですけども、やっぱ埃もやっぱダメなんだなっていうところで、掃除機かけてたけど、それだとなんかダメだったっぽいっていうのがね、今回分かったんで、よかったですね。やっぱ、家にいる時間がやっぱ長くなるんで、ってことはやっぱそんだけ汚れた環境にいて空気をね、空気清浄機を2台ぐらい置いてるんですけどね、やっぱダメみたいですね。ちょっと不思議で、これ驚いてますね。びっくりしました。偶然かもしれないですね。詳細欄貼っとくよかったら見てみてください。で、番外編なんですけども、番外編、なんでしょう。人生において、なくてはならないもの。これね、わかりますかね。ぬいぐるみですね。カイパラさんのですね、抱きしめサイズ、ホワイトさん、関口。もう関口ってメーカーのぬいぐるみすごい良くて、これやっぱ、人生になくてはならないものなので、在宅勤務でこうやりながら仕事したりとかすると、やっぱ癒されつつはかどるみたいなのがあるんで、ぜひですね、やってみてください。僕サラリーマン時代からこうやりながら仕事したりとかしたので、これよりもうちょっとワンサイズ小さいやつなんですけど、こうやりながら仕事してました。やっぱはかどりますよ、絶対。癒し効果とかね、モフモフ力もアップします。モフモフ力がなんだかはちょっとわかんないんですけども。で、これサイズが30センチかける、30センチかける65センチらしいですね。結構ありますね。っていうことで結構でかいですよね。4、5千円ぐらいかな。あるみたいで、これも詳細欄貼っとくんで欲しい人は買ってみてください。同じやつが買えます。はい。で、幻の YouTube 動画があって、2018年11月なんで、1年半ぐらい前にですね、このメインチャンネルで巨大ぬいぐるみを購入してモフモフしましたっていうですね、黒歴史みたいな動画があって、
これはメインチャンネルで上げてた、まあ、登録者が5000人いるかいないかぐらいの時期だと思うんですけれども、それぐらいの時期にね、こういうのも出して、今ね、サブチャンネルに上げ直してるんで、詳細欄ね、貼っとくんで、もしよかったら、これをぬいぐるみ開封動画とかね、まあちょっと血迷ってた時期見たいよって方はね、ぜひ見てみてください。じゃあ、第1位、なんでしょう？デレ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 デュン、マッサージ機ですね。このオムロンのですね、なんかマッサージ機があって、これがね、むちゃくちゃ、これね、先週買ったんですけども、すでに最高ですね。毎日使ってます。オムロンネックマッサージャーみたいなやつがあって、これね、昔なんかこう叩く系、ポンポン叩くみたいなやつをこう買ったんですけど、あんまりね、叩かれても良くなかったんですよね。でもこれね、むちゃくちゃ良くって、何がいいかっていうと、なんかこう、手みたいなのがこう、なんか、ぐりぐり回るんですよね。なのでこう、ほぐしてくれるんですよ。今ここにあるんですけれども、で、押すと、見えますか？動くんですよ。で、首にかけて、なんかこうやると、むっちゃ気持ちいいんですよね。これ、ぶっちゃパワーがあって、なんかもう、なんだろう。いつも僕、マッサージ屋行ってるんですけど、そのマッサージ屋のですね、むちゃくちゃ力の強いおっちゃんぐらいのパワーがあるんですよ。なので、むちゃくちゃね、こうなんか手をグリグリ回してくれて、で、これでこうやることで、なんかこう力加減とかね、やったりとかして、これもうむちゃくちゃいいっすね。これいいわと思って、1万円ぐらいなのかな？ 1 万円ぐらいで買いましたね。Amazon で売ってたんですけども、超パワフル。これ最高っすね。で、なんかいろんなところにこうなんかこう、背中とかね、やったりとか、むっちゃいいわ、これ。うん、いいんすよ、これ。なので、これね、肩こりの人とかね、ちょっとまあ個人的な体感なんですけれども、これ買ってよかったわと思って、とりあえずオーダースペーシで叩くんじゃないですか、こうなんかグリグリ回す感じですね。腰とかね、いろんなところにこうやって、なんかいろいろこうできるんですよ。で、10分でね、自動的に切れるんですけども、なんか30分ぐらい気づいたらなんか続けてやっちゃいますね。それぐらいおすすめですね。で、もう一個ね、最近、昔使ってたこのマッサージ機で、こうなんか、首につけるこれね、ダブルゲルマっていう製品があって、なんかゲルマリウムが入ってるらしいんですよ。まあそれは別に多分ゲルマリ効果はね、どこまであるかわからないですけども、2000円ぐらいで売ってて、これもね、首とか、なんかこう、グリグリやってて、で、これもね、会社員時代、サラリーマン時代これ使ってたんですよ。で、会社辞めるときに、部下の方にですね、宮永さんって方にこれあげるって言って、渡してですね、会社に置いて、使ってくださいって言って、持ってきたんですけど、やっぱなんか欲しくなって、また再購入しましたね。これ、ぐいぐい押せる。なんか足とかね、いろいろやったりとかいろいろできるんで、これもね、むっちゃおすすめですね。で、まあ、とにかくね、自分に投資しようっていうことで、まあ、最初言ったようにね、自分も勉強することやっぱスキルアップするんで、お金稼ぐとかね、そういうことあったら、まずはですね、自分にスキルアップするっていうことが一番投資になるかなと思ってます。で、いいものをね、長く使うっていうことで、まあ、それが僕はすごいおすすめですし、まあ、自分で稼ぐ力に投資するっていうことで、まあ、今ね、やっぱこう、終身雇用とか年功序列の、制度がですね、どんどん終わりつつあるので、まあ、こういう自分にまず投資してっていうね、副業を始めたりとかね、在宅ワークで自分でやってみるっていう時は、環境をね、まず整えてみると、まあ、仕事しやすくなって集中できる環境があるんで、僕はすごいおすすめですね。外よりかは、まあ、家でやるっていう方が、好きです。で、ちょっとね、セミナーの、ここで紹介なんですけど、セミナーはですね、ウェブセミナーを5月28日の3時からですね、ウェブセミナーで日本一富裕層に詳しい税理士のですね、芦田先生と僕がですね、セミナーさせていただくことになったので、なんかむちゃくちゃね、すごい日本一働きやすい会計事務所っていうところで本出されたりとかしてるむちゃくちゃすごい先生なんですけども、いろいろご縁があってですね、なぜか YouTuber の僕がですね、なんか一緒にさせていただくことになったということで、ズオンラインさんでですね、やってるんで、登録すれば無料で見れるので、ぜひですね、見てみてください。他もね、すごいいっぱいセミナーやってて、みんなむちゃくちゃすごい経営者ばっかりで、ね、YouTuber は僕だけなのでですね、ちょっと場違い感はあるんですけど、ちょっと頑張ってですね、楽しい話をしたいと思うんで、よかったら見てみてください。ということでまとめなんですけれども、在宅ワークはですね、やっぱ加速してきてます。なので、まあ、自宅で環境を整えてですね、やるとむちゃくちゃおすすめです。で、さらにですね、この少しずつやっぱ環境を整えていきなりね、全部揃えるっていうのは無理なので、まあ、少しずつ自分の働きやすい環境とか、家で仕事する環境を整えていって、で、少しでも、まあ、スキルアップするのにですね、時間を有効に使えればいいなっていうふうに考えてます。で、家が快適だったらね、やっぱ家にいる時間って長くなると思うんで、これから、そうするとやっぱよりですね、快適に、人生も快適にいけるかなっていうふうに考えてます。で、まあ、最後復習なんですけれども、まあ、まずはですね、5位は、まあ、PC、作業スペースとかですね。まあ、これはもう本当副業の初期から僕はもうこれにすごい力入れてました。
で、朝走る。これね、すごい良かったです。あと、家事代行でお願いしたり、掃除機で、すごい、席が止まったっていうね、これ僕だけなのかもしれないですけども、あと、買いっ腹と、1位がマッサージですね。これむちゃくちゃいいですね。今やりすぎて注意しないといけないかもしれないです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、不動産投資とか経済ニュースとか、役立つ情報を発信しているので、よかったらチャンネル登録をお願いします。またですね、よいしょ。この副業とかね、やりたいなって人は、再生リストを見ていただければですね、ブログとかお金を稼ぐ方法、フローショックをやってます。また、いつもね、コメント、高評価ありがとうございます。役に立ったら Twitter とかで、シェアしていただけると嬉しいです。またですね、Twitter、インスタ、Facebook、フォローお願いします。あと、LINE アットですね、不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、ぜひよかったら登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。おまけ。特におまけはね、あんま今日考えてきてないんですけども、よいしょ。ギターをね、結構、弾いてほしいって声があるのでですね、ギターも趣味としてね、家でやっぱこう、ゆっくりギターを弾いたりっていうのはね、やっぱ、すごいいいと思うんで、なんか、何かしらね、趣味作ってみるといいと思います。僕もギター歴、20年ぐらいギター弾いてるので、むしろね、なんか、YouTube とか不動産投資とか、なんかブログとかでも圧倒的にギター歴の方が長いっていうね、歴だけで言うともう段違い長いんで、長いですけど、ぶちゃくちゃそれがプロ並みに上手いかっていうとね、長くやってるから上手いってわけじゃなくて、こう楽しくね、歌ったりするっていう趣味があると、やっぱりなんかこう、人生ね、豊かになるかなっていうんで、なんかね、趣味見つけてみてもね、なんか稼ぐばっかりじゃなくって、他もね、いろんな総合的に人生見てみるのがいいかなと思います。それはどうもありがとうございました。ウィンウィンになってる。